8月4日、世界最強 MMORPG ファイナルファンタジー14スイッチ2版リリース。キーボードなくても大丈夫？動作重くないの？バッテリーの持ちは画質は？ 14 の動画を400本以上投稿している私が忖度抜きで実機レビューします。先に結論だけ言うと、スイッチ2版で OK！留意事項ありって感じ。スイッチ2版リリースを機に始める新規の方を意識して動画作ってますので、よし大丈夫だなって確信持ってもらってぜひ始めてください。そもそもファイナルファンタジー14が何かってとこはこっちの動画見てね。なお新規の方向けに動画の最後にはスイッチ2版のどれを買えばいいかって話もしてるのでご参考まで。早速本編どうぞ。じゃあ早速実物、実機プレイ通じて得た雑感をバラバラと。まず映像、発色については問題なし。スイッチ2は液晶が綺麗なので、携帯モードでプレイすると発色が良くて映えます。てか言うて13年前のゲームですから、スイッチ2の液晶のレベルで、14のグラフィック品質が足引っ張られるわけないよねって感じ。14の UI はどうしてもごちゃごちゃしがちですが、ご承知の通り、スイッチ2はスイッチよりも液晶がでかいのもあって、小さくて見えねえみたいな印象もないし、14側で文字の大きさを調整できるので問題なし。液晶モードでそういう感想なんだから、テレビモードでプレイしても当然感想は同じで全く問題を感じませんでした。ちなみに本動画でお見せする以降のスイッチ2版の映像は、スイッチ2の映像を PC に投影するためのキャプチャーボードという器具を介しちゃってるので画質落ちてます。実際はもう少し画質がいいので留意ください。ちなみに容量なんですけど、スイッチ2版14の容量は 120GB 弱。でかい。スイッチ2本体の内部ストレージは 256GB なので、14だけで半分の容量を食うことになります。他の大型タイトルもゲーム内に保存しときたいって人は、別途マイクロ SD エクスプレスカードが必要なので注意。商品にもよりますが 256GB で7000円ぐらいです。続いて動作パフォーマンスの話。スイッチ2版は最も重い街でも 30fps 程度は維持できる見込み、コンテンツ中はそれ以上出るという言い方がされていた通り、混雑した街中とかハウジング区画とか描画が多い場所については明らかに PC 版の方が動きがいい印象はあるんですけど、私の体感ですが 30fps 未満に落ち込んでる印象はありませんでした。有志のレビューでも基本 60fps、描画するものが多い状況では40から 50fps 程度とのことなので体感と整合します。リスキーモブっていうでかい敵を大人数でしばくコンテンツに参加してみたんですが、戦闘開始前にこれだけ大量の他のプレイヤーがいるにもかかわらず、戦闘中は他のプレイヤーの表示が減っています。これはもともと14にある機能で処理の負荷に応じて一度に表示させるプレイヤー数を一時的に減らしていて、スイッチ2版ではその減少量が大きいように感じたんですが、こういうコンテンツって別に他のプレイヤーがどこにいるかとかプレイに関係ないし、戦闘自体もカクつかなかったので、やっぱりこれも問題なし。戦闘カクつかない話の一例としてちょっと細かい話ですが、14って何かスキルを使った時に次またスキルを使えるようになるまでにタイマーみたいなのが1回転するんですね。で、このタイマーが1回転する間にスキルじゃなくてアビリティと呼ばれるアクションを挟み込むように実行する。要はスキル、アビリティ、スキルみたく使うのがセオリーになっていて、こういう動きを 1GCD 中にニヤビ挟むとか言って、それができてればバトルも支障なしと判断できる大きな要素なんですが、普通に 1GCD 中にニヤビ挟めます。というわけでバトルも問題なし。クラフタークラスで制作もしてみましたが、全く問題なく実行可能です。クラフタークラスでは複数のアクションを1個のマクロというものにまとめて、でマクロをワンボタンポチッと押すことで実行することが多いんですが、マクロを実行した時にアクションが詰まることもありません。ハウジングについても家具数が多い家に入ると 30fps 程度まで低下してる感じはするんですけど、ハウジングの編集モード自体はストレスなく稼働したのでプレイには支障ありません。続いて突入時のロード時間を確認してみましょう。14ではテレポというファストトラベル機能を使って拠点移動するんですが、リムサロミンサにテレポした時のロード時間を PC 版とスイッチ2版で比較するとこんな感じ。私がチェックした時はびっくりするほど差が少なかったです。ただし動画の最後に各種コンテンツに突入時とかのロードの様子をまとめてるんですが、コンテンツ突入時は PC 勢に対して数秒ほど遅い印象。PS4 勢と同じかちょっと早いぐらいかな。私は余裕で許容可能に感じます。動画の最後に各種コンテンツに突入した時とかのロードの様子をまとめてるのでご参考まで。続いて出先で14した時のもろもろ。試しにある日の午前中、某東京メトロの電車内でテザリングしながらルーレットとクレセントアイルを15分ずつやってみたんですが、カクつくことなく快適にプレイできました。すごい。それもそのはずで、テザリングした時の通信量は30分でわずか約 40MB。通信量少な。ゲームってすごいですね。発熱についても携帯モードではスイッチ2本体の熱さは全然気になりません。ドックに挿したモードだと発熱を感じますが、異常を覚える発熱とは思えません。ファンの音も静かで、寝室でプレイしていても誰かの眠りを妨
妨げることはまずなし。ただし、携帯でプレイする時の留意事項が3つあって、14っていうかスイッチ2本体の話も混ざってるんですが、まず1つは重いです。動作じゃなくてヘビーウェイトの方。ジョイコン装着状態で 550g 弱あるので、出先でやるにしても座りながら膝に置いてプレイする感じになりそう。あるいは液晶だけどっかに立てかけるとか。2つ目は、これ私だけかもしれないんですが、目が痛くなります。スイッチよりも液晶の性能が高い分目の負担が大きいですね。3つ目は、バッテリーそんな持ちません。テザリングで携帯モードでプレイしたら30分強で 100% から 73% に減りました。各種レビューを見る限り2時間から2時間半ぐらいでバッテリー切れるらしいので、おおむね同じペース感です。これも14が短いというより、スイッチ2が全体的にバッテリーの持ち悪いんで想定の範囲内です。14はデイリーのコンテンツをプレイするときは最短で15分。がっつりやると1時間ぐらいなので、出先でデイリー回す分には全く問題ありませんね。次、デバイスの操作感。1個おーってなったのが、携帯モードだとタッチ操作が使えるんですが、これが思ったより便利。例えば、クレセントアイルでサポートジョブのアビリティを使うときに、デフォルトだと ZR ボタンを押しながら右スティックの押し込みっていうややキモい操作が求められるんですが、アビリティのアイコンタッチすればそのまま発動するのが結構便利。しかも携帯モードでジョイコン本体に差しながらプレイしている時だと、ジョイコン持ちながら親指だけで画面左端右端であればタッチできるんですよね。だからクイックパネルとも相性が良さそうで、ここは既存の機種よりも明確に操作性が上だと感じました。ただ盲点だったのが、バトルの時はジョイコンの操作がやや不便。14ってスキルを使う時に ZL とか ZR を押しながら十字キーとか ABXY キーを押すんですが、ジョイコンってそんな頻繁に ZL、ZR を押したり押し込んだりすることを想定してないので手が疲れます。特に私は ZL、ZR を2回押すことで別のホットバーを使用する、いわゆるダブルクロスホットバーっていうのを使ってるんですが、カチッという音が鳴るまで ZL、ZR を2回押し込まなきゃいけないっていうのが少し負担。なのでメインストーリーを進めるとかギャザクラをやるっていう目的だったらジョイコンでも十分なんですが、バトルをゴリゴリやるとかであればプロコンとかを買った方がいいかなと感じました。ジョイコンだと左右分離して持てるんで、両手ダラーンとしながらプレイできるのが私すごい好きなんですけどね。そして気になるのがチャットの方法。マイナスボタンでチャット欄選んで A ボタンでチャット欄を活性化させて、でそんで X ボタンを押すとご覧の通り入力画面が出てきます。クワッティ配列はありません。携帯モードでプレイするときはこの画面でタッチ入力が効くんですけど、テレビモードでプレイするときは十字キーを動かしてちまちま入力が必要です。さすがにどっちのパターンだったとしてもキーボード操作の方に軍配が上がる印象。一応14には定型文だったらさっと入力できる機能があって、具体的にはマイナスボタン A ボタンって押した後 R ボタンを押してで十字キーと A ボタンで選択が可能です。こっちの入力方法はだいぶストレスが少ないが、とはいえ定型文の種類も限界があるので、そもそも会話があまり必要でないシーン、例えばメインストーリーをゴリゴリ進めるとかギャザクラやるとかルーレット回すとかフレットベッドディスコードで VC つないでやるとか、そういうシーンに限ってスイッチ2版を使うか、そうでなければおとなしくキーボードを別途調達した方がいいように感じました。ちなみにスイッチ2はテレビモード携帯モードどちらだとしてもキーボードは使用可能で、テレビモードの場合は USB キーボードが使える旨公式からアナウンスがあるのと、携帯モードの場合はこっちは公式のアナウンスではないもののロジクール製のレシーバーと併用することでロジクールの Bluetooth キーボードが使える旨有志から報告があるのでご参考まで。それと細かい話ですが、 L ボタンと右スティック押し込みでスイッチ2でもマウス操作モードに変更可能です。チャットウィンドウをグリグリ広げたり縮めたりするのはこのモードで対応できるということですね。最後にゲーム中断周りの話で、ゲームプレイ中にホームボタンを押した後元の14に戻ってもゲームから追い出されることはありませんが、電源ボタンを押してスリープモードになると問答無用でログアウトされます。スイッチ2は一定時間無操作だと自動でスリープする機能があるので注意。ただ自動スリープ機能はオフにできます。そんなところかな。最後に一番スイッチ2版でええやんけって思ったことを紹介すると、日課のハードルがめちゃくちゃ下がります。これが最強。 PC 版とか PS5 版プレイするときってまず本体をチンタラ起動して、で次14のランチャー起動してって感じで14に入るまでに時間かかるじゃないですか。スイッチ2版だとドックに刺さってる本体をパッと取り出して14起動すれば OK。ランチャー起動しなきゃいけないのは変わらないんですけど、ランチャーの起動がスイッチ2版だけ遅いとかはありませんし、ゲーム機本体の起動が PC とか PS5 と比べて早いので、ゲームを起動する心理的な負担がめっちゃ低い。いろんな動画で言ってる通り、私デイリーが大嫌いで、高難易度コンテンツが実装された時切れながらエキルレ回してるんですが、その期間中のエキルレ回しのためだけにスイッチ2版の環境を整えようかと思ったぐらい個人的に刺さったポイントなので紹介しました。最後に弱点を紹介と思ったんですがなくなりました。もともとこの動画一部シーンで15秒以上のロードっていうか暗転描写がかかることを激ヤバ弱点として紹介しようとしてたんですが、不具合認定されて8月7日のパッチで解消されました。ここ大事なのでもう少しちゃんと言うと、もともとは私が観測した範囲でハウジング区画の一つであるゴブレットビュートの都市内エーテライトを使った時、多人数フィールド探索型コンテンツであるクレセントアイルのクリティカルエンカウントに突入した時、 PVP のフロントラインで死に戻りした時、以上3つのシーンで15
15秒から30秒以上の長い暗転が発生してたんですが、パッチ適用後これら全てのロード時間が数秒程度に改善されていることを確認済みです。ということをもって私としてはロード時間の懸念もなくなったと判断しています。もしかしたら動画投稿時点で SNS 上また類似事象が報告されているかもしれませんが、もともと8月からの1ヶ月間はサーバー安定化のための期間と位置づけられていたのと、少なくともこういう15秒以上の暗転は公式からすると不具合というスタンスを示してくれたと私は見なしているので、やっぱりロード時間の懸念も薄いと私は判断しています。もし何か続報があればコメントで報告します。以上まとめると、一部シーンで FPS の低下は見受けるものの、携帯モード、テレビモードともにプレイに支障はなし、ストーリープレイとかデイリー消化とかチャットをあまり必要としないシーンで特に有用で、タッチ操作なり起動の速さとか一部においてはむしろスイッチ2版優位なくらい、もともと極端にロード時間がかかるケースもありましたが、それも解消済みのようなので、私としては14のスイッチ版自信を持ってお勧めできるっていう感じでした。以上、ここまでできるだけ温度感を抑えて公平にレビューしたつもりではあるんですが、最後にちょっとだけ自我を出すと、ようやったわすげーって思ってます。スイッチ2の本体価格6万でしょ。今ゲームできる PC 買おうとすると10万じゃ済まないし、この媒体でよくこんなガチ MMORPG 動かせるわってテンション上がりました。これを機に神 MMORPG ぜひプレイしてみてください。スイッチ2版のフリトラ版、コンプ版、スターターパック版どれにすればいいのって話はこの後に。宣伝、当チャンネルのファイナルファンタジー14の世界一わかりやすいスタートアップガイド、ジョブ紹介動画を使うと快適なスタートが切れます。ちょっと慣れてきたらコンテンツ紹介動画も合わせてチェックすると自分がハマれそうなやつ見つけられます。不定期に配信で質問会も開催してますので、詰まったら気兼ねなく聞いてください。今後も快適な14ライフが送れるよう動画投稿を配信していきますので、お役に立ちましたらチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒。おまけ、スイッチ2のどれ買えばいいのって話。結論、ただで遊べるフリートラ版で OK。ただしまとめてガッてやるつもりならセール中にコンプパック版買うのもありって感じです。その心はってところをご紹介。本来14はパッケージ版の購入と月額料金の2つが必要なんですが、フリートラ版を使うとパッケージ版の購入も月額料金もどっちも当面タダで遊べます。当面ってどれぐらいかっていうと、拡張6本出てる中の4本目までタダって感じ。100時間以上は遊べます。フリートライアル版は1対1のチャット負荷とか、レベルが80より上げられないとか、一定額以上金が持てないとか、ちょいちょい機能制限もあるので、8月12日まで4000円ちょっとで買えるんだったらコンプパック買えばええんちゃうと思いそうですが、1回コンプパック買うと拡張4本目まで月額料金タダっていう月額の方の恩恵も授かれなくなる点が落とし穴。だから例えば1日 1,2 時間程度しかやらなくて拡張4本目まで到達するの何ヶ月かかるかなって人は、フリートラ版で無料で遊べる期間が相当長いので、コンプパック版を買うのは慎重に判断しましょう。逆に1日ガッとやって短期間で最新ストーリーまで追いつくつもりなんだって人は、フリートラ版で無料で遊べる期間が相対的に短くなるので、だったら 30% オフが効いてるうちにコンプパック買っちゃった方がいいと言いたいとこなんですが、コンプパックは少なくとも PC 版などではたびたびセールをやっているので、別に最初はフリートラ版にしといて無料で遊べる期間を十分しゃぶり尽くした後、レベル制限かかったとかギル溢れたとか不便だなって感じた時点でコンプパック買えばいいんちゃう？仮にその時コンプパックが低価だったとしても、フリートラ版で無料で遊んだ期間で十分ペイできるけどなって感じです。ご参考まで。なお詳細割愛しますが、スターターパックはあまりお勧めしません。フリートラ版かコンプパック版を買いましょう。コンプリートパックにはコレクターズエディションっていうのもあって、インゲームアイテムが色々ついてきますが、そのアイテムっていうのは乗り物だったり人形だったりコスチュームだったりでゲーム上有利になる要素はほぼないので、あんま気にしなくて OK です。それとそもそもスイッチ2版を買うことへの留意事項ですが、 PC 版とか PS5 版とかスイッチ2版以外のプラットフォームでは1種類の月額料金に課金するだけで各プラットフォーム横断してプレイできるんですが、スイッチ2版だけはスイッチ2版専用での課金が必要になります。なのでスイッチ2版プレイして14をもろってらって PC 版でもやりたいってなったら、 PC 版のパッケージ版だけでなく PC 版用の月額課金も必要になっちゃうので注意してください。一応同一の14サービスアカウントですでに他のプラットフォームで契約がある場合、スイッチ2版の月額料金が半額になる救済もあるんですが、まあどうだろう。スイッチ2版から入って PC もやりてえってなった人はスイッチ2版の課金を切って改めて PC 版で課金するケースの方が多いんじゃないかなと私は思います。ちなみに月額料金と違ってアカウントはプラットフォーム間でも共用なので、スイッチ2版で育てたキャラが PC 版で使えないとかはありません。もちろん遊ぶワールドも共通なので PS5 ミントも PC ミントも遊べるのでご安心を。それと1台のスイッチ2で家族とかでアカウント切り替えて14プレイしたいとき、月額課金がそれぞれ必要なのはそりゃそうとして、パッケージも別々に購入が必要な点も注意。おまけで各種コンテンツの突入時や退出時のロードの様子を載せておきます。ご参考まで。
こんな感じです。お告げなし。